はい、こんにちは。柴崎です。さあ、お元気だった？そう、よかったね。柴崎もね、ご覧のようにね、今日も元気に絵を描いてますよ。さて、今日は素敵なゲストをお呼びしてます。俳優のね、杏さんです。よろしくお願いします。アンです。ねえ、素晴らしいでしょ初コラボで柴崎、はい、こんな素敵な人が柴崎のこんな田舎まで来てくれたんですよね。夢のようです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ちょっと柴崎もね、年不相応に舞い上がってますけど青春に戻った気持ちで、はい、このお若くてお美しいね杏さんと一緒にお絵かきしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、あなたも最後までねゆっくり楽しんでみてくださいね。本当にこうそばで見るとね、いつもテレビ見ていた杏さんがこんな近くでいるっていうのもいつも YouTube で見てて柴崎さんがっていう感じなので、すごい今日は私も舞い上がっております。はい、あ、そうですか。はい、じゃあお互いに舞い上がってるということでね。はい、で、柴崎の動画というと、はい、基本的には水彩なんですね。しかも透明水彩。はい、さあ、透明水彩の経験はどうでしょうか。なんか水彩だけだとなんか中学校とか小学校の時に配られた絵の具でやったぐらいしかちょっと経験はなくて、普段絵は好きで描くんですけども、本当にボールペンとかで描くみたいな感じなんで、ちょっとこの色を乗せていくっていう柴崎さんの、レクチャーっていうのはすごいこれからのお絵描きにすごくいいレクチャーになるんじゃないかなと思います。はい、はい、ということらしいんですよ。はい、そうですね、小学校中学校あたりで水彩描いた、でも柴崎がやってる透明水彩っていうのはちょっとそれとは違うね、少しスペシャルな画材なので、杏さんにねそれを楽しんで今日描いていただけたらもう本当に嬉しいなと思ってます。はい、今日比較的ちょっとイメージとして、はい、こんな感じの、ね、この通りじゃなくて、ね、こんな感じのはい、絵を描いてみようかなと思ってます。はい、なんかイメージ的には水彩画ってなんか後戻りができないみたいな、そうなんですよ。緊張感がある。人生と同じ。あ、すごい、そうですね。今日はそんな緊張感で。でもね、はい、人生と同じで緊張の中にもね、もう絵も言われる楽しさがあるのね。はい、なぜかというと緊張だけども同時にね自分以外の力でも描けるんですよ。水という力で描くっていうね。なるほど。だからそれがね、そのクエスチョンマークが入ってくるから水彩画が楽しいってことですね。はい、じゃあそんな感じでやっていきましょうか。はい、じゃあいきなり描くのも難しいから、鉛筆で、はい、ね。で形じゃあまずねここら辺に花描くぞって感じで、イメージでこうぐるぐるぐるっとこんな感じで。花を描くんじゃなくても花描くんじゃなくて。っていうかちょっと思ったんですけど、これはなんか紙じゃないんですね。なんかそもそもの話ごめんなさい。ほらもう最初から厳しい質問ですよ。いやなんかでも確かにこう紙だとこうちょっとシワシワになっちゃったりしますよね。これはなんですかこれは。これをね水彩してもねブロックタイプって言うんですよ。ブロックタイプ。はい、もう塊になってます。なんかすごい硬い板みたいな。でも一枚一枚ほらここ見るとね、一枚一枚剥がれるようになってるんですよこれ。ああ、そうなんですね。何十枚もここに糊で留めてあるの。で書き上がったらこうビッと剥がして飾るっていうわけです。こんな素晴らしいものがあるんですね。そうなの。ブロックタイプの水彩紙ですからね。はい。まずじゃあこの丸を。そうだからお花を私はこの辺りでこんな大きさで描きたいなっていうイメージで適当でいいんですね。ぐる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 っとやります。はい。それで少し格好つけるんだったらこういうのもちょっと入った方がいいかなので、これ真ん中じゃなくていいんですよ。真ん中だとつまんないから少しこう端に寄せるとか、ここら辺にこう置こうかなみたいな。それはもう杏さんのイメージなんですね。そうしたらあと大体イメージとしてじゃあこんな感じかなこんな感じかなみたいな。これも決まってない。そういいね。もうセンスがある。もうですか。もう片鱗が見える。はい。でガチャガチャガチャ。とこうやるとねなんか描いたような気分になるのね。これが大事だからね。はい。そしたら
後ろをねこんな感じで描こうかと思うんですよ。こんな感じで。でもこんな感じって普通油絵とかアクリル描くの難しいじゃないですか。でも水彩なら結構できるかもわかんないのでこれやってみます。水の力で。水の力。とにかく今日は水の力だから。では水にお願いします。お願いします。そうこういう感じだからね。よし。今からこの水をいっぱいパレットに持ってきますよ。ここでいっぱいつけてここに置きます。ここに置く。そうです。ここに置いたらね、ここでこうやってこそげ落とします。じゃあこれを繰り返しましょう。ここにいっぱいここに用意します。用意できたかな。これいっぱいこうやって用意できましたか。そんな気がします。気がします。足んなかったら後でやればいいもんね。そうしたらじゃあアンさんが塗ってみたいブルーどれでもいいですから。塗ってみたいブルー。まずここでこうよく溶きます。溶いたらここでまたこそぎ落とします。で、そうですね。このね透明水彩っていうのはね乾くとね明るくなるんですよ。だから塗った時ちょっと濃いめかなってぐらいでもいいかもわかんないですね。でとにかくたっぷり用意しましょう。できたかな。よく溶きます。お料理と同じですね。もうアンさんのお料理動画見せてもらいましたよ。ありがとうございます。恐縮です。じゃあできたらこれをここにポンと置きます。ポンと。そうです。でここにお花が白いお花もあるけども、あまり考えないで、とにかくまずこうやって絵の具をまずすぐ塗らないで、こうやって置いていく。これが肝心なんですね。すぐ塗りたいんだけど塗らないで、いっぱい置いていきましょう。そうです。描き方優しいですね。優しいですか。優しい。素晴らしい。で浮いたらこれを優しく、優しいアンさんが優しく、綺麗に塗らなくていいんですよ。適当に広げていきます。適当にムラがあっていい。塗ってないとこ待っても大丈夫。いいですね。そうですそうです。素晴らしいでしょ。他の方が全然違うんですよ。楽しくなってきました。楽しくなってきた。そうなんそうで私が楽しいのはずっと楽しいから。で、いいねいいね。でそのまま下の方にこうどんどんやっていきましょう。そうなんです。そうです。すごいスーッと流れていくのがすごい気持ちがいいですね。そう気持ちがいいでしょ。そうなんですよ。いいねいいね。で今ここね画面水で濡れてるでしょ。この今濡れてるうちに次の仕事をします。では、この上にねなんか絵の具を色をねちょっとのせたいんですけど、アンさんだったらどの色のせたい？似たような色ですか？いや決まってない。決まってないんですか？でもどうなんでしょう。なんか迷いが黄色とか緑とか。黄色とか緑。どうでしょう。じゃあ黄色いきます？黄色じゃあこのイエローレモンをここに溶きましょうか。またさっきと同じですね。たっぷり溶いてください。いいねいいね。で溶いたらですね、お筆にたっぷりつけてきて、これをね筆をチュッとこうやって振ります。ここに絵の具を飛びます。じゃあ見ててくださいね。こうです。こうやってもうどこでもいい。アンさんの好きなとこから偶然に飛んだとこでもいい。結構含ませないと飛ばないですね。そうですね。はい、ピッピッ、そうです。そういう掛け声で。この偶然できる効果は素敵なんですよ。いいですね。どこでもいいよ。アンさんにやりたい放題。もうちょっとこの辺りもそうですそうです。はって書いちゃうんですね。うまい。そしたら、今度はね、じゃあお水だけ、きれいなお水をつけてきて、お水だけパッパッパって少しやってみましょう。流れていく。流れても素敵だよね。それもまた水彩の面白いところですよね。偶然の効果を狙ってやっていきます。どうでしょう。いいですね。じゃあここで乾かします。乾かす。ドライヤーありますか？乾かしてみてくださいね。これ冷たいあったかいは？あったかいで。あったかいで。
なんか柴咲さんのはいいつも映像番組見てると、うんうん、これがどうなるのみたいなまだ私としてもこれがどうなるのかなっていう感じがやっぱりありますね。なんか、うんうん、そういうもんなんだよ。だから柴咲もよく分かってないんだけど、そうやってこうやって紆余曲折しながら絵になっていく。なんか最後にみたいな感じにこれもなんかなるんですね。そうですね。はい。はい、じゃあ次、こんなふうなイメージだからね。イメージ、はい、はい、イメージだからこの通りじゃなくていいんですよ。はい。はい。じゃあ少しこう紫のようなお花を描きましょうか。はい。例えばこんな感じですので、ポンポンポン、例えばこんな感じ。はい。ポンポンポン。いいね。その通りですよ。素晴らしい。じゃあそんな感じで、じゃあ私が離れたところにポン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 、いくつポンポンでやってもいいので、はい。いいですね。そうです。で少しずつ色変えて、今と同じような感じでお花を描いてみてください。きれいきれいきれい。すごい綺麗。すごいじゃないですか。嬉しいですね。はい。うん、素晴らしい。じゃあちょんちょんちょんですね。はい。そうですね。いや綺麗ですね。でもなんか本当にうん。そうそうそう。心が現れる。心が現れる。本当そうなのね。そうしたらそうやって描いてきたら、これ見ると、お花の中心のあたりが色が変わってたり、白かったりもしますよね。はい。うん、こんなの見ると真ん中ちょっと白いし、例えば例えば朝のこういう暗い花があったら、例えばこういう暗い花があったら、ここ中心のとこちょっとこうお水でやって、でこれでちょっとこうやればほらこうなるから、真ん中が色が抜けますね。うん。ちょっとこれでやってみようかな。そう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 。ちょん。あ、なくなった。すごい。なくなりましたね。スッて色が映るんですね。そう。で、そこのところに見ると、ほら黄色とかオレンジになってますよね。これ補色なんですもんね。だからこんな黄色をここにちょっとこう入れる。あるいはこうちょっとこっちのディープの方の黄色をちょっとこう入れる。ほら急にお花っぽくなる。シュッと。いいですね。すごいすごい。次のディープのこっちイエローなんかもいいですよ。こっちの。はい。ちょっと足してみてもいいです。あとお花見えてきますよ。すごいすごい。急にお花になりました。でしょ。はい。で、あとこっち黄色っぽい花もこうやってあるわけよね。こうやって。ほら花っぽくなったじゃないですか。花っぽいです。花っぽいです。上手だわ。すごい。すごいな。素晴らしい素晴らしい。そうだよ。じゃあそんな感じでさ、この花芯のとこどんどん入れていきましょう。はい。と本当に花らしくなってくるから。はい。綺麗になってくるよ。面白い。ポン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 ですね。もうリズムで出てきます。これもまたね、あんまりねきちんとやるとね、アートらしいんだよね。タッチでポンポンポン、もうリズムでこうなんだよみたいな感じで書いてあげる。ちょっとこだわるでしょ。それ書き上げるとね。そう。さあだいぶできてきましたよ。はい。で今度はほらこんなチュッチュチュッとなったりしてるから、これ赤もいいかな。このバーミリオンって赤を溶いてきて。これですか。そうですそうです。これで溶いて。はいはい、そうですね。でこんな風にちょっとこんな風に、どこでもいいんですよ。と余計カラフルになってきて面白いと思うんだよね。これ初水彩でこれを人に見せたらすごいねって言われますよ。柴咲さんに習ったんだっていう、ね。いやいや本当よくできた。なんか自分だけで描いてたらなんか色を全部埋めるのにすごく、じゃあここ塗ってここ塗ってみたいな感じになんかしちゃってそうな気がするので、なんかこれ一気に描いていくと、いっぺんに全体が見えてくるから、こう自分で掴みやすいんですよね。しかも下書きっていうとなんか本当に輪郭をこう描いていくみたいなイメージだったんですけど、この本当に当たりをバーッとやってってみたいなそうですね。のが、そうしたらこう全体からこう見えてくるので、なんか逆に細かいところも気にしなくなるっていうかね。全体でこう楽しんでいけるって。
怖がっちゃいけないですね、なんかね。そうそうそう怖がるとね、この水彩絵の具の良さがね出てこないんですよ。わーって広げた感じで本当に楽しむっていうのが、なんか確かにすごいすごく綺麗に描けてるし。大事なんだなと。はいということでね、今日アンさんねすっごくね楽しんで描いてくれましたよ。すごい楽しい。じゃあ皆さんに見せてあげましょうね。ほらこんな感じのものになりました。どうです？今日初めてね描いたと思えないでしょ。しかもこんな短い時間でこんなものが描けるんだってちょっと自分でもびっくり。はい。ではね、アンさんがこんなに素晴らしい絵を描いてくれたからね、はい、いよいよ実践編です。はい、ではアン東京でお会いしましょうね。はい、はい、またね。よろしく。